ハンバーグ、カレーライス、ラーメン。昭和生まれの中年男性なら好物といえば思い浮かぶメニューではないでしょうか。今やビジネスの第一線で働く中年男子。仕事の責任で肩の荷が重くなっているのであれば、ハンバーグ定食を食べて帰りましょう。遅い時間まで開いている町の定食屋さん。お袋の味を求める中年男性が集う駅前のオアシスであります。まずは駆けつけ一杯。この苦みと喉越しのために今日一日頑張った。月並みな表現ではありますが、それ以上の表現はありません。定食ができるのを待つ一杯。待つことがストレスに感じない心地よいひとときです。来ました来ました。ハンバーグ、ハムエッグ定食です。目玉焼きではなくハムエッグ。なんとも嬉しいではないですか。甘めのソースによく絡めたハンバーグを一口口に運び、白い飯を頬張る。この喜びは子供からおじさんになっても変わりません。ゆとり世代や Z 世代、いつの時代も若者を言葉で定義したがる中高年。ハンバーグ定食を食べて童心に戻ると、言葉の定義にはそれほど意味はないことに気がつくことでしょう。ジェネレーションギャップを感じたならば、ハンバーグ定食を食べに来ると良いでしょう。時代を超えた美味しさに、世代など関係はなく、社会は実力主義だということに気づかされます。味噌汁に感じるお袋の味。常に実力競争社会で戦っていると、人は母性を食事に求めるものです。認められたい、褒められたい。幼少の頃に褒められて嬉しかった気持ちは、中年になっても何ら変わりません。中小企業の社長がする会社の年商自慢、エリート営業マンの売上自慢。規模は違えど全ては褒められたい、認められたいという世代を超えた感覚なのです。そう考えると、世代とは文化の違いだけであって、若者も中年も全ての根底は同じなのだということに気づかされます。世代という概念でくくらずに、自分たちにはない文化を柔軟に受け入れる。これからの中年はそうでないとならないのかもしれません。僕らが子供の頃はインターネットはなかった。そんなしてもしょうがない話をするよりは、生まれた時からインターネットがあった若者の使い方を知る。その心構えが大切なのです。古き良き定食屋でハンバーグ定食を食べていると、古きを訪ねて新しきを知る。温故知新の4文字が頭に浮かびます。しかしながら4文字熟語を若者の前で披露するのは控えたいところです。フランクかつフレキシブルに、新しい文化を吸収するにはその姿勢が大切です。耳を傾け、聞かれたことだけを答える。ブラック企業という言葉がなかった時代の長時間労働時難。バブルの時代は良かったと、戻らない時代を遡る自分本位の思い出話。4月になると湧き起こる誰も求めていない新社会人に向けた言葉。新しい時代の新しい文化を取り入れるために一度全てを捨てましょう。老害とは過去の風習や文化を捨てきれないから起こるもの。生きてきた年数でマウントを取るのではなく、令和の時代の第一線を次世代と共に歩む。お袋の味を味わっていると、あんたはまだ頑張りなさい、そう背中を押されているようにも感じます。部下を叱れない Z 世代とのジェネレーションギャップを感じる。そんな就職氷河期世代は
定食屋に Z 世代を連れてくると良いでしょう。そこにはきっと世代間のシナジー効果が生まれるはずです。こうしてまた私たちは新しく生まれるハラスメントの定義に注意深く配慮しながら、ゆとり世代 Z 世代と手を取り合い、令和のビジネス社会を生き抜いていくのです。